こんにちは、ユーデミー講師のヘイジです。今回はジオメトリーノードを使ってカーブに沿ってメッシュが伸びるアニメーションをつける方法を紹介していきます。動画を見ていただいている方はアニメーション作品に挑戦している人もいると思いますが、鶴や石が伸びていくような魔法のようなエフェクトを表現してみたいと思ったことはないでしょうか。今回紹介するジオメトリーノードを使ったカーブに沿ってメッシュを伸ばす方法を一つ学んで、カーブさえ自在に操れれば好きなように伸びたり移動させられるようになっちゃいましょう。今回はこの流れで進めていきます。ポイントは2つあって、1つ目は今回の目玉となるカーブトリムと端を選択の2つのノードの使い方を基礎的な事例で学ぶこと。2つ目はその方法を使って魔法の手が伸びるような表現をする方法。この2個になります。自分の好きなところから再生してみて、実際に手を動かしながら見てみてください。このチャンネルではジオメトリーノードを使ったブレンダーの遊び方を紹介していますので、興味ある方はチャンネル登録と評価をお願いします。では基本の使い方から紹介していきます。まずはジオメトリーノードタブに移行して、デフォルトのキューブを選択した状態で新キーを押します。名前は GN とでもしておきましょう。今回はカーブラインを追加していきます。シフト A、カーブ、プリミティブ、カーブラインを選択し、グループ入力と入れ替えます。すると、長さが000から001までのカーブが出現しました。このカーブを使っていきます。そして今回の目玉であるカーブトリムを追加しましょう。シフト A、カーブ、処理、カーブトリムを選択し、カーブラインの後ろに接続します。今、係数というところのカラムを選択しています。で、開始が0、終了が1となっています。これはカーブラインの長さを0から1にしたときに、開始と終了の位置がどこに当たるかというところを表現できるノードになります。なので、終了が今マックスの1なので、終了地点001の1までの長さ、元々のカーブの長さを表現していますが、この終了をどんどん低くするとカーブは短くなります。また開始地点、この000のところについて、ここの開始を上げていくと、今度は0から1に向かう途中までが消えるような形になります。次にこの長さのところのカラムを選んでみてください。ここがメートルになりました。このメートルを上げていくと、数字は何メートルもどんどん上がっていきますが、長さ自体は変わっていません。これは元々のカーブが1メートルなので、1メートルまでしか伸びないということになります。今回は係数を使いましょう。このようにカーブの長さを途中で変化させることができるのがカーブトリムの役割になってきます。では試しにカーブラインではない他のカーブにするとどうなるかを考えてみましょう。シフト A、カーブ、プリミティブ。今回はスターを選んでカーブラインと入れ替えてみましょう。今回は先ほどと違って開始と終了の位置は分かりにくいですが、ここで終了の値を変化させてみると、自動で開始と終了の地点を把握して、それを係数に見立てて、この終了を短くしていくと、どんどんスターも短くなっていくのがわかります。なので開始を数字を上げていくと、逆側にどんどん短くなっていくのがわかります。次にもう少し複雑なカーブも試してみましょう。これは参考なんですけども、メッシュプリミティブの立方体を追加して、このままだとカーブ情報になっていないので、立方体をカーブ化させます。シフト A、メッシュ処理。メッシュのカーブ化を選択し、立方体の後ろに選択すると、立方体の変情報をもとにカーブ化したものができました。ここでカーブトリムの係数の終了の値を変えるとどうなるか想像してみてください。実際はそれぞれの辺を一つのカーブと捉えて、終了地点を自動で判別して、そこの長さを変化させるという結果になりました。このようにカーブトリムは元のカーブについて係数であれば0から1に見立てて、その終了地点を変化させることができるというのが一番の特徴であることを覚えておいてください。
この立方体やスターについてはもう不要なので一旦削除しておきます。では、このカーブの長さを変えたときにポイントはどうなっているかも考えていきましょう。それを確認するためにこのカーブにインスタンスを反映させていきます。シフト A、インスタンス、ポイントにインスタンス作成を追加してカーブトリムの後ろに接続します。で、今回は参考として UVQ をつけてみましょう。シフト A、メッシュプリミティブ UVQ を選択してインスタンスに接続します。少し大きいので半径を 0.1 にします。もともとカーブラインはエンドとスタートのポイントが2点なので、わかりやすいようにもう少しポイントを増やしてみたいと思います。シフト A、カーブ処理、カーブリサンプルを追加してカーブラインの後ろに接続します。ポイントの数10は少し多いので、これを5に変えておきましょう。すると、カーブラインに沿って5つのポイントにそれぞれ UVQ を反映させることができました。この横のデータを見ても、インスタンスのところが0から4の5つが反映されているのがわかります。ここでカーブトリムの長さを変えると、このポイントがどうなるかを見ていきましょう。終了の値を下げていくと、カーブの長さに合わせて UVQ が減っていきます。で、ここをよく見るとインスタンス化された UVQ も数自体が減っています。なので係数で表現した時には、このカーブの長さと一緒にポイントも移動しつつ数も長さに合わせたものに調整されているというのがわかります。今回はカーブに沿ってメッシュが移動するような表現にもしたいと思うので、このカーブトリムの終了地点、カーブの終了地点のポイントにだけ UVQ を反映したいと思います。そのためにこのポイントにインスタンス作成の選択フィールドを使います。使うノードは端を選択になります。シフト A、カーブ読み込み端を選択を選択し、ポイントにインスタンス作成と接続します。すると先ほどまでは5個反映していた UVQ が2個になりました。端を選択をよく見てみると、主端サイズと終端サイズがあります。これは主端から何個目のポイント、終端から何個目のポイントを出力するというものになります。今、主端サイズが1なので、この開始地点のポイント1個が選択されている。そして終端の1個も選択されているということになります。なのでこの主端サイズを0にすれば、ポイントにインスタンス作成でインスタンスが反映されるのは元のカーブのポイント5つのうち終端サイズの1つだけということになります。この状態でカーブトリムの終了の係数を変えると、カーブに沿ってこの終了地点のポイントが移動しているので、この状態でカーブトリムの終了地点を短くすればカーブの最後のポイントが短くなっていくので、まるでカーブに沿ってこの UVQ が移動しているかのような表現が可能になりました。このカーブトリムと端を選択を使った基本的な使い方というのが、まずは紹介したかった内容となります。この考えを使って冒頭にお見せしたまるで地面の手が伸びていくような表現というものを作っていきたいと思います。で、今カーブラインで真上に伸ばしたカーブを使っていたので、このカーブラインを少し地面から空に伸びていくような滑らかなカーブのものに変えたいと思います。なので今回はカーブラインではないプリミティブを使います。シフト A、カーブプリミティブの中の二次ベジエを選択し、カーブラインと入れ替えてみてください。少し分かりにくくなるので、一旦カーブトリムをグループ出力に接続しておいてください。二次ベジエは開始から終了の間の中間点も設定することができます。今回は X 軸に沿って伸びていくものにしたいと思うので、この中間地点を Z 軸上に上げたいと思います。まず Y を0にします。で、Z 軸を1にします。で、終了地点は Z 軸を2にしましょう。2だとまっすぐになりすぎるので、2をもう少しなだらかにして、これぐらいにしましょう。1にしましょう。そして今、カーブリサンプルが
5ということで、ポイントの数が少ないので少し折れ線のような形になっています。ここをカーブのポイントを増やして滑らかにしてみましょう。一旦50にしておきます。このようなカーブになりました。この状態でカーブトリムの終了の値を短くすればカーブ自体も短くなる。これがカーブトリムでしたね。そしてこのポイントにインスタンス作成の出力に戻してみます。今のカーブの形に沿ってこの UV 球が動くことになるはずです。こういう風に今設定したカーブに沿って UV 球が動きます。この UV 球を魔法のエフェクトでいう手の部分に変えたいと思います。で、今回も僕の方ロックフィストということで簡単なモデリングでこのような手を作りましたので、これを先頭に配置したいと思います。このロックフィストについてはブースで無料公開もしておりますので、それを使ってみてもいいですし、自分でモデリングしたものを使っても大丈夫です。これをドラッグ&ドロップして、これを UV 球と入れ替えます。少し大きいので、このポイントにインスタンス作成のスケールを変更します。また、これだと先頭のポイントに反映したこの拳だけになってしまうので、この間のカーブについてもメッシュ化させたいと思います。ただ、今作ったこのカーブトリム以降のポイントにインスタンス作成からグループ出力までの流れについては、これで一つの流れになっているので、もう一つここに流れを作って同時に出力させる必要があります。同時の出力なのでジオメトリー統合になります。シフト A、ジオメトリー統合をグループ出力の手前に接続します。そしてまずはカーブトリムをここのジオメトリー統合に接続すると、このようにカーブの部分もつけることができました。このカーブをもう少し断面をつけてメッシュ化させたいと思います。シフト A、カーブ処理、カーブのメッシュ化を選択し、カーブトリムとジオメトリー統合の間に接続します。このカーブのメッシュ化は、今この1本になっているカーブのこの断面に別のカーブで断面の形を設定してあげることでメッシュ化させることができるノードになります。なのでここに別のカーブ情報を入れてあげます。今回はこの手に合わせて四角にしたいので、カーブの四角にします。シフト A、カーブプリミティブ、四角形を選択して、この断面カーブに接続します。これは今この断面がでかいので、ここの大きさを調整していきます。ぴったりしたいときはもう少し細かく調整をして、こんな感じですかね。これでカーブをメッシュ化させた部分のノードと、先頭に拳を反映させたノードを同時に出力させて、このような形になりました。ただ今のこの状態だと、このカーブトリムの値を動かしたときに拳がずっと同じ角度になっているので少し違和感があります。この拳をカーブに沿って角度を変えるように設定していきたいと思います。UV 球は削除しておきます。角度を調整するのは拳なので、ここのポイントにインスタンス作成を使っていきます。角度を変更させたいので、オイラーをベクトルに整列を使います。シフト A、ユーティリティ、回転、オイラーをベクトルに整列。これを、この回転をポイントにインスタンス作成の回転に接続します。カラムは X 軸です。なぜかというと、今この拳については X 軸を向いています。この X 軸の角度をこう変えていきたいので、変更させる対象である X をここで選択します。で、今は001ということで真上に向いてしまっているので、この拳が上に向きました。ここを変更させます。使うのはカーブタンジェントです。シフト A、カーブ、読み込み、カーブタンジェント。これをベクトルに接続します。このカーブタンジェントはカーブと接する時の角度を出力するものなので、その時点のカーブの接点になります。どういうことかというと、カーブに沿った角度を取るというものになります。これでカーブトリムの値を変更させてみると、カーブに沿って拳の角度も変わりました。基本的なノードの構成は以上で完成になります。最後にマテリアルの設定をしていきます。シフト A、
マテリアル設定。マテリアルは何か用意しましょう。じゃあ新規を押して仮にオレンジっぽい色にしておきます。で、このマテリアルを選択します。3D ビューのシェーディングでレンダープロパティにしてみると、このようにオレンジの腕ができました。また、後ほどアニメーションもつけたいので、このグループ入力を移動させて、グループ入力をカーブトリムの終了に接続します。すると、この立方体を選んだ状態で、モディファイヤータブに行き、このエンドと今つないだところが出ていますので、ここを値を変えると、このカーブトリムの終了の値をここで変更できるようになりました。なので、例えば1フレーム目で0にして、ここで I キーでキーフレームを打ちます。そして20フレーム目でこちらを1にして、また I キーで打ちます。アニメーションの終了時間を20にして、この20フレーム分のアニメーションを作成します。これで再生をしてみると、こういう風に腕が伸びるようなエフェクトができました。以上が今回作成するノードになります。今回のノードについては、元のカーブ、それさえあれば一番最後のところを拳になって、そこまでのものはカーブをメッシュ化させたというノードになります。今の状態だとこの二次ベジエのプリミティブに反映させているだけですが、例えばここで 3D ビューポート上で自分で好きなカーブを作ってみます。このベジエを用意して編集モードでこう好きなように変えます。で、このベジエカーブにこちらジオメトリーノード新規を反映させて、ここで先ほど作った GN を反映させます。この今2となっているところをクリックすると GN の002になりました。で、今は二次ベジエになっていたので、これを少し外してグループ入力のジオメトリーをカーブに接続します。すると先ほど適当に作ったカーブに今このノードが反映されました。このカーブを全体を0から1としたときに、今このエンドが1で伸びきったところの最後に拳があるというものになっています。なのでこのエンドを調整すると、カーブに沿って腕が伸びて、常に先頭には拳があるというような表現ができました。このようにカーブを用意して、そこに先端に設置するオブジェクトを用意すれば、今回の内容でこのような表現ができます。なのであとはこのカーブ自体をどう動かすのか、カーブ自体をどういう風に配置するのかというところを工夫すれば、いろんな表現ができます。冒頭に見せたこの表現についても、この今作ったこのノードをグリッドに面にポイント配置でランダムにポイントを発生させて、この手を増やして表現させただけです。このように基本的な簡単なノードではあるんですけども、使い方によってはいろんなことができるので、ぜひ覚えておいてみてください。今回のチュートリアルも結構簡単だったのではないでしょうか。ぜひ皆さんの好きな表現をいろいろ試してみてください。僕もこのカーブトリムを使った他の表現というものをどんどんインスタグラムや X でも発信していくので、ぜひ皆さんも自分で作った作品を SNS 上にアップしてくれれば、僕も見に行きますので、じゃんじゃん使ってみてください。今回の動画気に入ってもらえた方、まだまだ見たいなと思っていただけた方がいれば、高評価とチャンネル登録をお願いします。また、もっとゼロから体系的にジオメトリーノードを学びたいという人向けにユーデミー講座もリリースしています。僕の X や概要欄の公式 LINE に友達追加いただければ、毎月クーポンを発行しているので使ってください。また、公式 LINE ではこのような動画だったり自主制作に関する質問も受けているので、お気軽に何でも質問してみてください。それでは次回もジオメトリーノードを使って一緒に遊んでいきましょう。お疲れ様でした。